コンスタンティヌス一世の後継者問題とその混乱。コンスタンティヌス一世は、ローマ帝国を再統一し、キリスト教を公認するなど、歴史に大きな足跡を残した皇帝でした。しかし、その死後の後継者問題は、帝国に新たな混乱をもたらすことになります。彼の統治体制の改革と後継者選定の方法は、結果として予期せぬ結果をもたらすことになったのです。コンスタンティヌスの後継者たち。コンスタンティヌス一世の後継者って誰なのだ？コンスタンティヌス一世には複数の息子がいたの。具体的には、クリスプス、コンスタンティヌス2世、コンスタンティウス2世、それからコンスタンスの4人よ。ただ、クリスプスは326年に処刑されてしまったの。324年の帝国統一後、彼は残りの息子たちに、カエサルの称号を与えて、帝国の各地域の統治を任せていったのよ。へえ、息子たちはみんな仲良く統治したのだ。残念ながら、そうはならなかったの。コンスタンティヌス一世は息子たちに権力を分散させることで安定した継承を目指したけど、かえって複雑な権力闘争を引き起こすことになってしまったの。特に各地域での軍事指揮権と行政権の配分が後の争いの種になってしまったのよ。権力闘争の始まり。どんな権力闘争が起きたのだ？コンスタンティヌス一世が337年に亡くなった直後、まず親族に対する大規模な粛清が行われたの。息子たちは潜在的な競争相手を排除しようとしたの。その後、337年9月に3人の息子たちがそれぞれアウグストゥスになって帝国を3分割して統治することになったの。コンスタンティヌス2世は西部を、コンスタンスは中部を、コンスタンティウス2世は東部を統治することになったのよ。兄弟で争ったのだ。そうなの。最初の大きな衝突は340年に起きたの。コンスタンティヌス2世が弟コンスタンスの領土を侵攻しようとして戦死してしまったの。その結果、帝国は事実上東西に二分されることになったの。この時期には帝国の分割統治と単独統治という2つの考え方が対立していたの。コンスタンティヌス1世は帝国統一を成し遂げたのに、皮肉なことに彼の死後再び分裂の危機に直面することになったのよ。新たな統治体制への模索。それって大変なことだったのだ。とても大変だったの。特に行政面での混乱が深刻だったわ。コンスタンティヌス1世が築いた行政制度はプラエフェクトウス、プラエトリオンを中心とした効率的な仕組みだったんだけど、後継者たちの対立でその制度もうまく機能しなくなってしまったの。各地域で違う行政方針が採用されて統一的な政策の実施が困難になっていったの。それから税制や軍事組織の運営にも支障が出始めたのよ。行政の仕組みまで影響があったのだな。そうなの。それにシンスとコンスタンティノープルの役割も変化していったの。東西の境界に位置する戦略的な場所だったからこそ、後継者たちの権力争いの中心地になってしまったの。特にコンスタンティウス2世は東方での対ペルシア政策を重視してコンスタンティノープルの重要性をさらに高めていったの。これは後の東西分裂の布石とになったとも言えるのよ。まとめ。コンスタンティヌス1世の死後の後継者問題は、彼が築き上げた統一帝国の安定を揺るがすことになりました。息子たちへの権力分散という試みは、皮肉にも新たな内紛の種となり、帝国の統治体制に大きな課題を残すことになったのです。この混乱は、その後のローマ帝国の歴史に、大きな影響を与えることとなりました。特に、帝国の東西分裂という形で、その影響は長く尾を引くことになったのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。